今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。動物たちが織りなす幻想的な物語でリラックスしたひとときをお過ごしください。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は動物物語オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。海の下の秘密の王国。サンゴ礁の色彩が最も鮮やかに輝くのは朝日が海面を突き抜ける瞬間だ。レオはその光景を何度も見ているが、今朝は何かが違った。彼の敏感な感覚が海の上から異変を察知する。波間にはいつもと異なる泡の跡が見える。それは人間のダイバーが潜水している兆候だ。人間との接触は稀だが、レオは彼らが持つ好奇心と探求心を理解している。彼自身もまた知識を深めたいという願望に駆られることが多いからだ。今日はその日だった。レオは穏やかにダイバーの一団に近づき、彼らを警戒させないよう静かに泳ぎ始める。彼らが何を求めているのか直感的に理解していたレオは冒険心をくすぐられる決断を下す。彼はダイバーたちをこれまで誰にも見せたことのないサンゴ礁へと導くことにした。通常、イルカは人間と距離を置くが、レオはこのダイバーたちに真実を示す機会とみなしたのだ。彼らがサンゴ礁に到着すると、レオは海の美しさを背景に、自らがこの海の一員であることを誇らしげに示す。サンゴ礁の色とりどりの魚たちは、珍しい訪問者に警戒しつつも、好奇心旺盛に彼らの周りを泳ぐ。レオはそっと近づき、彼の目とダイバーの目が合う瞬間、互いの存在を深く認識し合う。この出会いは、ただの偶然ではなく、何か大きな始まりの兆しであることを、レオは感じ取っていた。彼はダイバーたちに、この海が持つ秘密と重要性、そして保護する必要性を伝えるための第一歩として、彼らにサンゴ礁の美しさを心から理解してもらいたいと願っていた。彼の目的は人間と海の生き物たちとの間に新たな橋を架けることだった。サンゴ礁の美しさを共有した後、レオとダイバーたちの間には一見すると友好的な関係が築かれたように見えた。しかし、ダイバーたちの一部が、レオが特に保護していたサンゴの一部を採取しようとしているのを見て、レオの中に不信感が芽生え始める。彼は、そのサンゴが古代から重要な保護対象であり、それを取り除くことが他の生物にどれほどの影響を与えるかを知っていた。彼らが何を求めているのか直感的に理解していたレオは、冒険心をくすぐられる決断を下す。レオは彼らを警戒し、再びサンゴ礁から距離を置くようになる。一方、ダイバーたちは、レオが急に距離を置き始めたことに戸惑い、彼らの行動が誤解されていると感じる。この状況に気づいたエミリーは、両者間の誤解を解消するために、間に入る。彼女は、レオに直接話を聞くことを決め、彼が感じている不安とダイバーたちの真意を理解しようとする。エミリーはレオに接近し、彼がどうして突然距離を置き始めたのかを尋ねる。レオは彼らがサンゴを持ち帰ろうとしていたこと、そしてそれがどれほど危険な行為かを説明する。エミリーはそれを聞き、ダイバーたちに誤解があったことを伝える。彼女はダイバーたちがただ美しいものを記録し、保護しようとしていたのであり、害を与える意図はなかったことをレオに説明する。その夜、レオとダイバーたちが再び集まり、お互いの誤解を解くために話し合う。
エミリーはこの会話を仲介し、双方がお互いの立場を理解し合う場を設ける。ダイバーたちは海の生き物とその環境を尊重することを誓い、今後はレオの指導の下で行動することを約束する。レオもまた人間が海を守るためにできることを学び、彼らと協力していくことを決める。この誤解が解けたことで、彼らの間には新たな信頼が芽生える。エミリーとレオは、サンゴ礁の保護という共通の目的のもと、より強い絆で結ばれることとなる。サンゴ礁の保護活動が成功を収めるにつれ、その成果は科学雑誌やドキュメンタリーを通じて世界に広まった。その美しさが注目される一方で、それが新たな脅威を引き寄せることとなる。ある日、レオとダイバーたちは、未知の船がサンゴ礁に近づいているのを発見する。彼らは、すぐにその船が商業的な目的でサンゴを採取しようとする、不法漁船であることを突き止める。この新たな脅威は、レオがこれまで築いてきたすべてを危険にさらすものだった。レオとエミリー、その他のダイバーたちは、サンゴ礁を守るために何ができるかを急いで計画する。彼らはまず、船の動きを監視し、その活動を記録することから始める。エミリーは地元の保護団体と連絡を取り、迅速な対応を求める。一方レオは他の海の生き物たちを集め、共に行動することを呼びかける。彼はイルカの群れ、魚たち、さらにはサメまでもが一丸となって、サンゴ礁の入り口を守る壁を作る。彼らの団結は、サンゴ礁がただの場所ではなく、生きている共同体であることを示す。侵入者たちははじめ、海の生き物たちの抵抗を侮っていたが、レオと彼の仲間たちの果敢な行動により、彼らの計画は阻まれる。その間に、エミリーたちの呼びかけにより、保護団体と地元当局が介入し、不法漁船を立ち去らせることに成功する。この事件を通じて、レオと人間たちは、さらに強い絆で結ばれることとなり、サンゴ礁の保護のための国際的な協力の重要性が改めて浮き彫りにされる。彼らは、この経験から学び、サンゴ礁を未来に向けて、さらに守り抜く決意を新たにする。サンゴ礁の守りを固めたレオとダイバーたちは、新たな冒険に目を向ける。彼らの次なる目的地は、伝説に名を残す深海の神殿であった。この神殿は、海のバランスを司る守護者が住む場所とされ、そこに至る道は、危険で未知に満ちている。エミリーは、この神秘的な旅の計画を立て、チーム全員が参加する意思を確認する。彼らは、最新の潜水技術と、深海用の装備を準備し、レオの案内のもと、未知の深海へと潜航を開始する。深海へと進むにつれ、海の色は次第に暗くなり、生物の形も奇妙に変わっていく。彼らが目指す神殿は、深海の底、古代の海流が形成した巨大な渦の中心に存在していた。レオとダイバーたちは渦を慎重に避けながら進む。神殿に到着すると、彼らはその壮大な光景に圧倒される。巨大な石の柱が天井まで伸び、壁には古代の象形文字が刻まれていた。そして神殿の中央には人間とは思えない姿の守護者が彼らを待っていた。守護者はレオとダイバーたちに挑戦を与える。彼らは守護者が出す3つの謎を解き明かさなければならない。それぞれの謎は、海の生態系、海の歴史、そして未来についての深い知識を要求するものだった。第一の謎は、海の生態系のバランスをどう保つかという問題で、レオは自らの経験と知識を活かして答えを見つける。第二の謎は、海が記憶する古代の出来事に関する問いで、エミリーがその答えを解き明かす。最後の謎は、未来の海をどう守るかというもので、チーム全員で力を合わせて考える。
守護者が出した最後の謎、未来の海をどう守るかという問題に対して、レオとチームは真剣に取り組む。未来に向けた具体的な行動計画を立てることが求められる中、彼らはそれぞれの専門知識と経験を活かして提案を行う。レオは持続可能な生態系管理を強調し、次のように提案する。海洋保護区の拡大と厳格な管理を通じて、サンゴ礁や他の重要な海洋生態系の回復を図ります。これには人間による介入を最小限に抑えることが必要です。エミリーは教育とコミュニティの力を重視し、具体策を述べる。全世界の学校で海洋保護に関する教育プログラムを実施、次世代が環境に配慮した意識を持つよう育てることが重要です。また、地元コミュニティと協力し、海洋保護の意識を高めるイベントや活動を定期的に行います。研究員のトムは技術的なアプローチを提案する。最新の科学技術を用いて、海洋の健康状態を監視するシステムを開発し、異常があれば迅速に対応できるようにします。データを基にした管理策は、具体的な保護活動に直結するため、非常に効果的です。これらの答えに、守護者は満足し、深いうなずきを見せる。あなたたちの考え方と提案は、海を未来に向けて守るための確かな基盤を築いています。海の健康は地球の健康に直結しており、あなたたちの活動がこれからの世界に大きな影響を与えるでしょう。守護者からの評価を受け、レオたちは新たな決意を胸に深海の神殿を後にする。彼らは岐路につきながらも、これからの行動に対する意気込みを新たにする。サンゴ礁へ戻る彼らの姿勢は、ただの探検家から真の海の守護者へと変わっていた。サンゴ礁の保護に対するレオとダイバーたちの努力が認められるようになり、その成果を祝うために地元コミュニティが海の祝祭を開催することになった。この日は海と人間が共存する美しい未来を象徴するものとされ、多くの人々に支持されている。祭りの日、サンゴ礁の近くの海岸は音楽と笑い声でいっぱいになる。色とりどりの装飾が施されたボートが浮かび、地元の料理が振る舞われ、ダイバーたちが海の生き物についての知識を共有するブースが立ち並ぶ。子供たちは海洋生物の模型を作るワークショップに夢中になり、親たちは彼らの想像力に感心する。レオもまたこの祝祭の中心的存在となる。彼はイルカの群れを率いて華やかなパフォーマンスを披露し、集まった人々を驚かせる。イルカたちが躍動する様子は祭りに花を添え、海との調和の美しさを象徴する。エミリーはこの祭りを通じてサンゴ礁の保護活動にさらに多くの人々が関心を持つきっかけとなることを願っている。彼女は海の保護に対する意識が地元だけでなく全世界に広がることを夢見ている。祝祭の最高潮にエミリーとレオは共にステージに立ち参加したすべての人々に感謝の言葉を述べる。彼らは海と共に生きることの重要性、そしてそれを守り続けることの大切さを強調し、未来に向けての新たな誓いを立てる。夕暮れ時、海岸には幸せな笑顔が満ち溢れ、空には美しい花火が打ち上げられる。その光の下で、レオと人々は新たな約束を胸に、明日への希望を共有する。これが海と人間が共に繁栄する未来への第一歩となる。空飛ぶ夢見る者たち。エリオットは山の上の巣から一望できる空を見つめていた。今日こそはもっと高く、もっと早く。彼の声は朝日に輝く霧の中で響いた。羽ばたきを始めた彼は風を切って上昇していく。
しかし、まだ未熟な彼の羽は、強風に煽られると、すぐに乱れた。うわ、不意に一陣の風が彼を襲い、エリオットは制御を失い、木々の枝をかすめながら落下した。地面に激しく打ちつけられた彼は、しばらく動けないでいた。その時、彼の視界に年老いたワシが現れた。大丈夫か、エリオット。飛ぶことはただの動作じゃない。心と体が一つになるんだ。ワシはそう言いながら、彼の傷ついた羽を、そっと改めた。でも僕はまだうまく飛べないんだ。エリオットは羽を震わせながら言った。大丈夫だ。失敗は学びの一部。お前の羽はまだ成長している。飛ぶことの真意を理解するまでは何度も何度も挑戦するんだ。エリオットはその言葉に心を打たれた。彼はこの山を飛び越える日を夢見ながら再び空を仰ぎ見た。いつかきっと。彼の小さな心に新たな希望が芽生え始めていた。森の生活は常に何かが動いている。エリオットの目覚めは葉の囁きと同じくらい自然で、彼の心は新たな挑戦に向けて高鳴っていた。今日は競争の日だ。彼は興奮して羽を広げ、朝の光の中で輝いている。森の中で年に一度の飛行競争が始まる。若い鳥たちが集まり、それぞれが自分の技を披露する。エリオットも参加者の一人として、彼の成長した飛び方を見せる時が来ていた。エリオット、準備はいいか？彼の隣にいたのは、ララという名の活発なカナリアだった。準備はできてるよ。エリオットは自信を持って答えたが、心の奥底ではまだ不安が渦巻いていた。競争は森の広場で開始された。一羽一羽が飛び立ち、輪を描いて飛ぶ。エリオットの番が来ると、彼は深呼吸をして力強く羽ばたき始めた。しかし、競争は思ったよりも厳しいものだった。他の鳥たちは素早く、技巧的に飛んでいて、エリオットは次第に遅れを取り始めた。もっと早く、もっと。彼は自分自身に鞭打ちながらも、体力の限界を感じ始めていた。競争の最中、彼はふと空を見上げた。そこには恩師のワシが静かに彼を見守っていた。その視線はなぜか心を落ち着かせるものがあった。競争が終わり、エリオットは疲れ切って地面に降りた。彼はトップを取ることができなかったが、何か大切なことを学んだ気がした。エリオット、大丈夫か？ララが心配そうに彼のそばに寄ってきた。大丈夫。何かを得た気がするんだ。その夜、彼は恩師のワシの元を訪れた。飛ぶことは競争だけじゃない、もっと大切な意味があるんだよ。ワシはそう言いながら、エリオットに飛ぶことの精神的な側面を教え始めた。エリオットはその言葉を胸に刻み、自分自身を見つめ直すことにした。真の強さは他者との競争ではなく、自己との和解から生まれるものだった。エリオットはワシの言葉を心に留め、自分の飛行に対する理解を深めるための旅を続けた。彼は森の古老であるフクロウの元を訪れることに決めた。この賢いフクロウは森の中で最も尊敬されている存在の一つで、多くの鳥たちが彼の知恵を求めて訪れていた。エリオットがフクロウの巣に到着すると、古い木の枝に止まって、じっと彼を見つめるフクロウの姿があった。若いわしよ、何を求めに来たのか。フクロウの声は低く、落ち着いていた。私は本当の飛び方を学びたいんです。競争だけが飛ぶことではないと知りました。エリオットは自分の気持ちを素直に話した。フクロウは一瞬目を閉じ、深く考え込むようだった。飛ぶことは、体だけの動きではない。心と体が一致したとき、
真の飛行が可能になる。心を解放し、風を感じなさい。その言葉を聞き、エリオットは自分の心がどれだけ飛行に影響しているかを理解し始めた。フクロウは彼に特別な呼吸法と瞑想の技を教え、それによって感情をコントロールし、集中力を高める方法を伝授した。数日間、エリオットはフクロウの下で訓練を重ねた。彼は徐々に自分の内面と向き合い、心の動きが飛行にどう影響するかを感じ取るようになった。訓練の最終日、フクロウはエリオットを高い崖の上に連れて行った。今、お前に試練を与える。この崖から飛び立ち、心を完全に解放してみせなさい。恐れを手放し、風を全身で感じるのだ。エリオットは崖の縁に立ち、深く呼吸をした。彼は目を閉じ、フクロウの教えを思い出しながら、心を穏やかに保つことに集中した。そして勇気を出して一歩を踏み出し、大空へと羽ばたいた。空中で彼は前とは違う感覚を覚えた。心が解放され、体が自然に風の流れに乗っていることを感じた。エリオットは高く、そして遠くへ飛び続けた。彼が地面に戻ると、フクロウが満足そうにうなずいた。よくできた。今お前は飛ぶことの真の意味を知った。その日からエリオットの飛び方は変わった。彼はただ速く、また高く飛ぶのではなく、心と体が一致する瞬間を大切にするようになった。森の中でも彼の飛ぶ姿は他の鳥たちにとって新たな光景となり、多くの鳥が彼から学ぼうと近づいてきた。エリオットは自分の新たな飛行技術に自信を持ち始め、森の他の鳥たちとも積極的に交流するようになった。彼は特に若い鳥たちにフクロウから学んだ心と体を一致させる飛び方を教えることに情熱を注いでいた。ある日、森の中の集会で年に一度の後方飛行試練が開催されることが発表された。これは森の鳥たちが自らの技術と勇気を試す重要なイベントであり、多くの鳥たちがこの試練に挑戦してきた。今年はエリオットが挑戦者の一人となることを決意した。試練の日、森のすべての鳥たちが後方のふもとに集まった。空は晴れ渡り、風も穏やかで、飛び立つには最適な条件だった。エリオットは挑戦前に再びフクロウの元を訪れ、最後のアドバイスを求めた。恐れを捨て、風を友として迎えなさい。高みへの道は、自己の限界を超えることから始まる。フクロウの言葉はいつも通り落ち着いており、エリオットに大きな安心感を与えた。エリオットは他の挑戦者たちと一緒に後方の頂上へと向かった。彼らは一列に並び、順番に飛び立っていく。エリオットの番が来た時、彼は深呼吸をして、すべての思考をクリアにした。そして強く羽ばたきながら崖から飛び出た。彼は以前にないほどの高さまで上昇し、強い風を受けながらも、フクロウから学んだ呼吸法を用いて、その流れに乗った。エリオットは風と一体となる感覚を楽しみながら、目指す高みへとどんどん近づいていった。頂上近くで彼は雲の間を抜けると、目の前に広がる壮大な景色に圧倒された。そこから見える森の全景は、彼がこれまでに見たどんな景色よりも美しく、彼はその瞬間、すべての努力が報われたと感じた。他の鳥たちも一つ一つ頂上に到達し、彼らは互いに祝福し合った。エリオットは特に称賛され、多くの鳥たちが彼のようになりたいと願い、彼から学ぼうと近づいてきた。後方からの帰路、エリオットは新たな自信と自由を感じていた。彼は自分の限界を超えることができ、真の飛び方を体現することができたのだ。森に戻ると、彼はこれからの日々を教えることにさらに力を入れることを決心した。
エリオットの名声は森の中で高まり続けたが、彼自身は常に新たな飛行の境地を求めていた。彼は多くの鳥たちに飛び方を教え、自分の経験から学んだ知識を惜しみなく分け与えたが、内心ではさらなる冒険を渇望していた。ある晴れた朝、エリオットは自分の巣で目を覚ました。彼の心にはもう一つの未知なる旅への呼び声が響いていた。森の外の世界を探求する決意を固め、彼は最愛の森と友達に別れを告げる準備を始めた。森のみんな、僕は新しい場所へ旅立ちます。もっと多くのことを学び、そしていつか帰ってきた時には、もっと多くの話を持ち帰ることができるように。エリオットは森の中央で集まった多くの鳥たちに向けて話した。その言葉を聞いた鳥たちは寂しさを感じつつもエリオットの決断を尊重した。彼らは彼が帰ってくる日を楽しみにすると約束し、最後に大きな歓声と羽ばたきで彼を送り出した。エリオットは一つ深呼吸をして大きく羽ばたきを始めた。彼は高く、そして遠くへと飛んでいき、森が見えなくなるまで何度も振り返った。新たな地への旅は不安と興奮が入り混じった感情をもたらしたが、彼はこの選択が正しいことを心の底から感じていた。旅の途中、エリオットは多くの異なる土地を越え、様々な生き物と出会い、新しい知識と経験を積んでいった。それぞれの場所で彼は飛ぶ技術を磨き、異文化から多くを学んだ。物語が終わる頃には、エリオットはただの若いワシではなく、知恵と経験を併せ持つ賢者のような存在になっていた。彼はいつか森に戻ることを夢見ながら、新しい冒険に向かって自由に空を舞っていた。草原の生命の歌。草原が黄金色に輝く夕暮れ時、動物たちが一斉に集まり、年に一度の大祭典が始まる。老若男女様々な動物が祖先から受け継がれた伝統的な装飾を身にまとい、一堂に会した。この日は古代の草原の生命を称え、共に生きることの喜びを分かち合う特別な日だ。ライオンの族長が鼓を打ち鳴らすと、祭典が公式に開始される。祭典の中心で賢者であり、母親役でもあるユイが静かに立っていた。彼女の周りには小さな子供たちが集まり、彼女から草原の歴史と伝説を聞き入る。ユイは深い声で語り始めた。かつてこの草原は、遥かなる神々の庭であり、私たちはその恵みを受けて今ここにいます。彼女の話は動物たちに草原の歴史の重要性と生命の尊さを思い出させた。夜が深まるにつれ、祭典は歌と踊りへと移り変わる。鳥たちは空高く舞い上がり、その美しい歌声で空を埋め尽くす。地上ではゼブラやガゼルがリズミカルなステップを踏み、周囲を魅了する。ユイはそのすべてを見守りながら、共同体としての絆と調和の大切さを再確認していた。しかし、この平和な夜に予期せぬ出来事が起こる。ユイの子供たちが遊んでいる最中、不思議な光に導かれて、斎場の外れにひっそりと咲いている一輪の花を見つけるのだった。それは誰も見たことがない、輝くような美しい花。命の花の伝説が真実であるとは、誰もが驚き、この発見が草原に何をもたらすのか、誰にもわからない。草原の祭典の夜が明け、動物たちの間には新たな話題が舞い込んでいた。祭典の際に子供たちが見つけた不思議な花、命の花がすべての話の中心になっていた。ユイはその花を自らの目で見ることに決め、子供たちと共にその場所へと向かった。
花は静かな場所、小川のほとりに咲いており、その周囲は奇妙な静けさに包まれていた。花は見る者の心を和ませる不思議な輝きを放ち、その美しさは見る者すべてを魅了した。ゆいは花に触れ、その生命力を感じ取ると同時に、何か大きな力が自分たちに与えられたことを感じた。花からは淡い光が溢れ、その光は触れる者に平和と癒しをもたらした。しかし、この神秘的な力がどれほどのものか、その全貌は誰にもわからなかった。ゆいはこの発見を草原の長老たちと共有し、どのように扱うべきかを協議することにした。長老たちはこの花がもたらす可能性について議論し、その力をいかにして草原の全体の利益のために用いるかを慎重に考えた。一方で、この花の存在が外部の者たちに知られれば、草原が危険にさらされる可能性もあると懸念された。議論の末、ゆいと長老たちは一計を案じる。花の存在を秘密に保ちつつ、その効能を探る小さなグループを組織することにした。このグループには、ゆいの信頼できる仲間たちが選ばれ、花から学べることすべてを調査し、草原の生活にどのように役立てられるかを模索することになった。その頃、花の周辺では不思議な変化が起こり始めていた。枯れていた植物が再び緑を取り戻し、病弱だった動物たちが元気を取り戻すといった現象が見られた。この奇跡によって、花の力は次第に草原の動物たちの間で神聖視されるようになり、その存在が象徴する希望と再生のメッセージが広まっていった。しかし、この神秘の力がすべての動物たちに平等に利益をもたらすわけではなかった。強い者たちは花の力を独占しようとし、それによって草原の内部に新たな亀裂が生じ始めていた。ゆいはこの問題にどう対処すべきか、再び大きな試練に直面していた。彼女は平和と調和を保つために、草原のコミュニティ全体に、この恩恵を公平に分ける方法を見つけ出さねばならなかった。草原の動物たちは、命の花の存在によって得られた恵みに感謝しつつ、その力をどう共有し、管理するかについて、深刻な議論を交わしていた。花の周囲では、奇跡的な現象が日常となり、病気や古傷を持つ動物たちが花に近づくだけで顕著な回復を見せ始めていた。しかし、この力が誤った手に渡れば大いなる破壊をもたらす可能性もあったため、ゆいは慎重に次の一歩を考えていた。一方、草原の外部からは花の奇跡の噂が漏れ始め、様々な種族や集団からの死者が草原に訪れるようになった。彼らは花の力を自分たちの地域にもたらすために交渉を試みたが、ゆいは草原のバランスを最優先に考え、容易には応じなかった。そんな中、ゆいと彼女の仲間たちは花の力を適切に研究し、その知識をどう利用するかについて実験を重ねていた。彼らは花のエキスを抽出し、それを用いた治療法や育成方法を試みた。しかし、この研究が進むにつれて、花の力に依存することの危険性も同時に高まっていた。ゆいはすべての動物が平等に恩恵を受けられるように配慮しつつ、花の力を公平に分ける方法を模索した。また、花の力を独占しようとする外部の勢力に対しては、ゆいは防衛策を強化し、草原の境界を守るための警戒を強めた。ある日、草原の端で一つの事件が起こる。外部からの侵入者が強引に花に接近しようと試み、その過程で草原の一部が破壊された。この事件は草原全体に衝撃を与え、ゆいとその仲間たちは花の保護と安全な利用方法を確立するために、さらなる措置を講じることを決定した。この危機を前に、ゆいは草原のコミュニティ全体を結束させ、
外部の脅威に立ち向かうための会議を招集する。彼女は全員が協力し合い、花の力を正しく管理し、草原の未来を守るための新たなルールとガイドラインを制定することを提案した。草原の安全を脅かす外部の勢力に対して、ユイとその仲間たちはより強い結束を見せることになった。彼らは命の花を守るため、そしてその力を悪用されないように秘密裏に行動を開始する決断を下した。この計画は極めて重要であり、参加する者すべてが厳しい誓いを立てることから始まった。ユイは花の力を守りつつ、その場所を秘密に移動する計画を立てた。この計画には選ばれた信頼できる仲間たちが参加し、彼らは夜莺に乗じて花を新たな場所へと運ぶ任務を担った。しかし、花の移動には大きなリスクも伴っていた。古い場所を知る者たちが花の移動に気づき始め、その秘密を探ろうと動き出したのだ。ユイとそのチームは新しい場所で花の研究を続ける一方で、その存在を極秘に扱うことに全力を注いだ。彼らは花から得られる知識を記録し、その力をどのように安全に利用できるかを模索した。夜が更ける中、ユイと仲間たちは新しい場所で花の周囲を固め、その安全を確保しつつ、草原の未来を見守った。草原の新たな隠れ場所で命の花を安全に守り続ける中、ユイはその重要な役割を次世代にも引き継ぐ方法を深く考えていた。彼女は草原の動物たちが集まる大きな集会を開き、花の物語を伝える新しい方法を発表した。それは古代から受け継がれた歌を通じて行うものだった。夜空に輝く星々のもと、ユイは静かにその場に立ち、集まったすべての動物たちに向けて声を高らかにした。彼女の歌声は草原を越えて遠くまで響き渡り、その美しいメロディーには命の花が草原にもたらした奇跡と恩恵が込められていた。美しき花よ、生命の光、草原の息吹、時を超えて困難を乗り越え、結束強く、我らが心、一つになり、君の力を、慎み深く、守り抜く誓い、未来へつなぐ、この歌に乗せ、伝えゆくは、生命の尊さ、希望の歌。この歌は、ユイが特別に作り上げたもので、彼女の深い愛と尊敬の情が込められていた。歌は、すぐに若い動物たちの間で広がり、彼らは、このメロディーを覚え、自らも歌い始めた。歌は、学びとしてだけでなく、彼らが日常生活の中で、花をどのように大切に扱うかのガイドとなった。集会が終わる頃には、ユイの周囲には、新しい芽が多く見られるようになり、それは、命の花の力が、新しい場所でもしっかりと根付いている証でもあった。ユイは、この花が、これからも、草原の動物たちにとって、希望と象徴であり続けることを確信していた。草原の夜は、更けていく中、新しい伝統の歌が静かに響き渡り、未来へと希望をつないでいった。月明かりのフクロウ物語。満月の夜、山頂の聖域には静かな光が降り注いでいた。ウィズはその澄んだ光の中で瞑想していた。風がそよぐ音、遠くから聞こえる動物たちの囁き、すべてが一つに溶け合い、神秘的な雰囲気を醸し出している。その夜、ウィズはいつもとは違う感覚に包まれた。瞑想の中で月の光が一層強く感じられ、その光の中から何かが呼びかけてくるのを感じた。リズ。淡い声が心に響いた。彼は瞳を開け、満月を見上げた。
月の光はまるで道しるべのように輝いていた。これはただの夢ではない。ウィズは自分に言い聞かせた。月の光が彼を呼び寄せているのだ。彼は翼を広げ、静かに聖域を飛び立った。月の光に導かれ、ウィズは山のふもとにある古びた図書館を目指した。かつて森の知恵が詰まった場所であり、長い間忘れ去られていた。図書館に着いたウィズは、古い書物が積まれた棚の間を飛び回った。埃が舞う中、一冊の古びた書物が彼の目に留まった。それは月の呼び声に関する古代の伝説が書かれたものであった。彼は慎重にその書物を開き、ページをめくりながら伝説の真実を探し求めた。月の呼び声は森の秘密を解き明かす鍵であり、平和をもたらす力を持つ。書物にはそう書かれていた。ウィズはその言葉に心を奪われた。月の呼び声が森の未来に関わる重要なものであることを確信した。ウィズは書物を閉じ、深い呼吸をした。彼の心は決意で満ちていた。月の呼び声の謎を解き明かし、森に新たな平和をもたらすために、彼は旅立つことを決意した。満月の光が再びウィズを照らし出した。彼はその光に包まれながら図書館を後にした。月の呼び声が導く先には未知の試練と冒険が待ち受けていることを感じながらも、ウィズはその道を進むことを恐れなかった。ウィズは廃墟となった図書館から得た手がかりを胸に聖域へと戻った。彼の心には古い伝説の言葉が響き続けていた。月の呼び声は森の秘密を解き明かす鍵であり、平和をもたらす力を持つ。その秘密を解き明かすためには、さらなる手がかりが必要だと感じたウィズは、再び聖域を飛び立つ決意をした。夜が明ける前に、ウィズは月の光を頼りに、森の奥深くへと向かった。そこには、古くから伝わる伝説の湖があるという。湖の底には、月の呼び声と関連する重要なアイテムが眠っているとされていた。彼は、その場所へ向かうために、険しい道のりを進んだ。森の奥は、昼間でも薄暗く、巨大な木々が空を覆っていた。ウィズは、慎重に枝を飛び渡り、動物たちの囁きに耳を傾けた。彼らの声は、森のどこかに存在する秘密の湖への道を示していた。道中、ウィズは様々な動物たちと出会い、彼らから助けを得ることができた。ウサギのラビンやリスのスプリンクが道案内を買って出てくれた。ウィズはついに伝説の湖にたどり着いた。湖は静かで神秘的な雰囲気に包まれ、満月の光が水面に反射してキラキラと輝いていた。湖の中心にはひときわ大きな月の影が映り込んでいた。それはまるで月そのものが湖に降り立ったかのようだった。ウィズは湖のほとりに降り立ち、水面を見つめた。古代の書物に記されていた言葉を思い出しながら、彼は湖の底に眠る秘密を解き明かす決意を新たにした。湖の静けさの中で、彼は深い呼吸をし、心を落ち着けた。そして翼を広げて湖の中へと飛び込んだ。水の中は冷たく、静寂が広がっていた。ウィズはゆっくりと湖の底へと進んでいった。彼の目は鋭く、周囲のわずかな変化も見逃さなかった。湖底には古代の遺跡が広がっており、その中には数々の秘密が隠されているようだった。彼はその中でも特に目立つ一つの石碑に目を留めた。石碑には古代の文字が刻まれていた。ウィズはその文字を読み解き、月の呼び声に関する真実を探し求めた。石碑にはこう記されていた。月の光を受けし者、真の力を手にせよ。ウィズはその言葉に導かれ、さらに奥へと進んだ。湖底の奥深く、ウィズは巨大な扉を発見した。
その扉は古代の文様で装飾されており、月の光を受けて淡い光を放っていた。彼はその扉に近づき、古代の言葉を口ずさみながら扉を開けた。扉の向こうには広大な空間が広がっており、そこには古代の秘密が詰まっていた。ウィズはその空間を慎重に進み、中央にある祭壇の前に立った。祭壇には月の石と呼ばれる神秘的な石が置かれていた。ウィズはその石に手を伸ばし、そっと触れた。すると石からまばゆい光が放たれ、彼の心に古代の知識が流れ込んできた。月の石を手にしたウィズはその力を感じ取った。彼はその力を使って森に平和をもたらす方法を模索し始めた。月の呼び声は彼に新たな知恵と力を与え、森の未来を明るく照らす光となった。満月の夜、ウィズは再び聖域に戻り、その光の中で瞑想を続けた。彼は月の呼び声の謎を解き明かし、森に新たな平和と繁栄をもたらすことを誓った。動物たちの絆が深まり、森は再び安らぎに満ちた場所となった。ウィズは月の石から得た知識を胸に聖域へと戻った。石に込められた古代の知識は森に新たな平和をもたらすための鍵となるだろう。しかし、その力を完全に理解し、活用するためにはさらなる試練が待ち受けていることを彼は感じていた。満月の光が再び聖域を照らす夜、ウィズは瞑想の中で湖底で見た光景を思い返していた。彼の心に新たな使命が刻まれていた。月の呼び声に応えるためには、湖の底に眠るもう一つの秘密を解き明かさなければならないと感じたのだ。そこで彼は再び湖へと向かう決意をした。森の動物たちはウィズの決意を知り、彼を助けるために集まった。ウサギのラビン、リスのスプリンク、そして新たに加わった鹿のエルダがウィズと共に旅を続けることを誓った。彼らは湖の秘密を解き明かすための旅に出発した。湖へ戻ったウィズたちは水底の遺跡に再び潜り込んだ。今回の目的は月の石が示すさらなる手がかりを探すことだった。遺跡の奥深くには古代の知識が眠る部屋が存在すると言われていた。ウィズは慎重に水中を進み、仲間たちも彼に続いた。遺跡の中は静寂に包まれており、古代の文様が壁に刻まれていた。ウィズはその文様を読み解きながら進むべき道を見つけ出した。奥へ進むと大きな扉が彼らの前に現れた。扉には古代の文字が刻まれており、それを解読すると真実の部屋と読めた。ウィズは深呼吸をして扉を押し開けた。中に入ると、そこには広大な空間が広がっており、中央には大きな祭壇があった。祭壇の上にはもう一つの月の石が輝いていた。それは、初めに見つけた石とは異なる、深い青色の光を放っていた。これがもう一つの秘密。ウィズはつぶやいた。彼は慎重に祭壇に近づき、その石に触れた。すると、再びまばゆい光が放たれ、彼の心にさらなる古代の知識が流れ込んできた。今度は森全体を覆う結界の力についての知識だった。ウィズはその知識を活用し、森を守るための結界を張る方法を理解した。彼は仲間たちと共に湖を出て、結界を張るための儀式を行うために聖域へ戻った。聖域の頂上で彼は仲間たちと共に月の光を浴びながら結界を張る儀式を始めた。儀式は静かで荘厳な雰囲気に包まれていた。ウィズは月の石を掲げ、古代の言葉を唱えた。すると月の光が石に吸い込まれ、その光がウィズを包み込んだ。彼の仲間たちも同じように石に触れ、その力を分かち合った。
結界が張られると森全体が柔らかな光に包まれた。ウィズはその光の中で森の動物たちが安らぎを感じているのを見て安心した。彼は月の呼び声の謎を解き明かし、森に新たな平和と繁栄をもたらすための力を手に入れたのだ。儀式が終わると、ウィズと仲間たちは再び森の中へ戻った。彼らは森の動物たちに結界の力と月の石の秘密について話した。動物たちはその話を聞き、ウィズたちの勇気と知恵に感謝した。ウィズは森の守護者としての役割を果たし続けることを誓った。月の呼び声に応え、森の平和を守るために、彼はこれからも仲間たちと共に歩んでいくことを決意した。彼の冒険はまだ始まったばかりであり、森にはまだ多くの秘密が眠っているのだ。ウィズと仲間たちが森に結界を張り、平和を取り戻した日々が続いていた。月の石の力により、森は安らぎと繁栄に包まれていたが、ウィズの心にはまだ解き明かさなければならない謎が残っていた。それは水底の遺跡で感じたさらなる秘密についてだった。ある夜、ウィズは再び聖域で瞑想にふけっていた。月の光が彼を包み込み、心に問いかけてきた。まだ解き明かされていない秘密がある。彼はその声に導かれ、再び固定の遺跡へ向かう決意を固めた。翌朝、ウィズは仲間たちに再び旅の準備をするよう伝えた。ウサギのラビン、リスのスプリンク、そして鹿のエルダは、ウィズの決意に敬意を表し、共に湖へ向かうことを誓った。彼らは再び森の奥深くへと進んでいった。湖に到着すると、ウィズたちは再び水中に潜った。遺跡の中は静寂に包まれ、神秘的な雰囲気が漂っていた。彼らは以前と同じ道を進み、再び真実の部屋へと足を踏み入れた。今回はさらに奥深くに進むための準備を整えていた。真実の部屋の奥には隠された扉があった。ウィズはその扉を慎重に開け、中に入った。そこには古代の遺跡が広がっており、神秘的な光が淡く輝いていた。彼はその光に導かれ、遺跡の中心部へと進んだ。中心部には大きな石碑が立っていた。石碑には古代の文字が刻まれており、月の呼び声に関するさらなる秘密が記されていた。ウィズはその文字を読み解きながら、月の力の起源と、それを守るための方法を理解し始めた。月の力を完全に理解し、使いこなすためには、真実の心を持つ者のみが試練を乗り越えられる。石碑にはそう記されていた。ウィズはその言葉に導かれ、さらなる試練に挑む決意を固めた。試練の一つ目は、心の純粋さを試すものであった。ウィズは静かな湖の底で、心を無にして瞑想を続けた。心の奥深くにある恐れや不安を乗り越えることで真の力を手に入れることができると感じた。彼は深い呼吸を繰り返し心を浄化していった。次に待ち受けていたのは知恵の試練であった。ウィズは古代の謎を解くために石碑に刻まれた文様を解読した。彼の仲間たちも協力し、遺跡の中に隠された手がかりを集めた。彼らは知恵を絞り、次々と試練をクリアしていった。最後の試練は勇気の試練であった。ウィズは遺跡の最深部にある聖なる泉へと進んだ。そこには月の守護者と呼ばれる存在が待ち受けていた。守護者はウィズの勇気を試すために彼に戦いを挑んだ。ウィズは冷静に守護者と対峙し、その試練に立ち向かった。彼は月の石の力を使いながら守護者の攻撃をかわし、反撃した。守護者はウィズの勇気と決意を認め、試練を終わらせた。守護者はウィズに微笑みかけ、こう言った。お前は真の力を手にした。
これからも森を守り続けるのだ。ウィズはその言葉に感謝し、月の力を完全に理解したことで、森の未来にさらなる平和と繁栄をもたらすことを誓った。ウィズと仲間たちは再び聖域へ戻り、その力を活用して森を守り続けた。月の呼び声は彼に新たな知恵と力を与え、森の平和を永遠に保つための力となった。ウィズと仲間たちが月の守護者から認められ、真の力を手にした後、聖域には新たな夜明けが訪れていた。月の石の力を完全に理解したウィズは、森に新たな平和と繁栄をもたらす方法を知っていた。その日は満月の夜のことだった。聖域の頂上で、ウィズは仲間たちと共に月の光を浴びながら、最後の儀式を行う準備をしていた。月の呼び声が彼を導き、森の未来を照らす光となる瞬間が訪れようとしていた。ウサギのラビン、リスのスプリンク、鹿のエルダも、その瞬間を共に迎えた。この光を森のすべてに届けよウィズは静かに言った。彼は月の石を掲げ、古代の言葉を唱え始めた。月の光が石に吸い込まれ、その輝きがますます強くなっていった。仲間たちも同じように、心を一つにして祈りを捧げた。月の光が石から放たれ、森全体に広がった。その光は柔らかく、暖かい輝きを放ち、すべての生き物たちに安らぎを与えた。森の木々は、その光に応え、新たな命を吹き込まれたかのように輝き始めた。動物たちは、その光に包まれ、互いに寄り添い合いながら、喜びを分かち合った。ウィズは、その光景を見て、心から安堵した。彼は、月の呼び声の謎を解き明かし、森に新たな平和と繁栄をもたらすことができたのだ。彼の努力と仲間たちの支えがあってこそ、今の幸せな瞬間があることを感じた。これからも森を守り続けよウィズは仲間たちに誓った。ラビン、スプリンク、エルダも力強くうなずいた。彼らの絆はさらに深まり、森の平和を守るための新たな決意が固まった。その夜、聖域には一層輝く月が照らしていた。ウィズと仲間たちは、その光の中で安らぎ、静かな眠りについた。森には新たな夜明けが訪れ、すべての生き物たちが安心して暮らすことができるようになった。月の呼び声は、ウィズに新たな知恵と力を与え、森の未来を明るく照らし続けた。そして、ウィズと仲間たちは、これからも森の守護者としての役割を果たし続けることを誓った。彼らの物語は、森の中で永遠に語り継がれていくことだろう。不思議な森の住人たち。モモは夜に魔法の泉が輝く様子を見て、その秘密を解き明かそうと決意した。ある満月の夜、森の中は静寂に包まれていた。モモは洞窟の入り口に立ち、泉の方を見つめた。泉はまばゆい光を放ち、その光は森全体を柔らかく照らしていた。なんて美しい光なんだろう。モモはその光に心を奪われた。彼は泉の周りを歩きながら、その秘密を探りたいという気持ちが強まっていった。この光の源は何だろう。モモは独り言をつぶやきながら、泉の周りを調べ始めた。しかし、泉の表面は静かで、何も特別なことは見つからなかった。そこで、モモは仲間たちに助けを求めることにした。翌朝、モモは森の広場に集まった仲間たちに話をした。みんな、聞いてくれ。昨夜、魔法の泉が輝くのを見たんだ。その光の秘密を解き明かしたいんだ。モモの話を聞いたウサギのリリーが前に出てきた。それは興味深いわね。
私も手伝うわ。続いて、フクロウのオリバーも飛んできた。泉の光には何か特別な力があるはずだ。僕も協力しよう。最後に、リスのチャーリーもうなずいた。みんなで協力して、泉の秘密を解き明かそう。モモは仲間たちの協力を得て、再び泉へと向かった。夜が再び訪れ、満月の光が泉を照らし出す中、モモたちは泉の周りで作業を始めた。リリーは泉の周囲の植物を調べ、オリバーは高い木の上から泉の全体を見渡した。チャーリーは地面を掘り返し、隠された手がかりを探した。モモは泉の水を慎重に観察し、その中に何か特別なものがないか探した。ここに何かある。リリーが叫んだ。彼女は泉の近くで古代の文様が刻まれた石を見つけた。これは古代の記号だわ。泉の秘密に関する手がかりかもしれない。モモはその石を注意深く見つめ、古代の巻物についての話を思い出した。この石には何か重要な意味があるに違いない。これが泉の光の秘密を解き明かす鍵かもしれない。モモと仲間たちは石を詳しく調べ、その意味を解き明かそうとした。その夜、泉の光は一層強く輝き、モモたちはその光に包まれながら、新たな冒険の始まりを感じた。モモは魔法の泉の近くで古代の巻物を発見した。それは夜の光に照らされた美しい石碑の隣に埋もれていた。これは一体何だろう。モモは巻物を手に取り、注意深く見つめた。何か重要なことが書かれているに違いない。彼はその巻物を持ち帰り、仲間たちに見せることにした。みんな、これを見てくれ。モモは広場に集まった仲間たちに巻物を見せた。これは古代の巻物だ。泉の力とその秘密に関する手がかりが記されているかもしれない。ウサギのリリーが巻物を手に取り、その古代の文字を眺めた。これはかなり古いものね。解読するのは難しそうだけど、やってみる価値はあるわ。フクロウのオリバーも巻物を覗き込んだ。僕の知識が役立つかもしれない。一緒に解読しよう。リスのチャーリーもうなずいた。みんなで力を合わせれば、きっと解き明かせるよ。モモと仲間たちは巻物の解読に取り組むことにした。夜になると、彼らは泉の近くに集まり、満月の光の下で巻物を広げた。巻物には謎めいた文字や図が描かれており、それを読み解くのは一筋縄ではいかなかった。この記号は何を意味しているのかしら？リリーがつぶやいた。オリバーは羽で巻物を指しながら説明した。これはおそらく魔法の泉の力を表しているんだ。泉の水には特別な力が宿っているらしい。それなら、この図は何だろう？チャーリーが指さしたのは巻物の中央に描かれた複雑な模様だった。モモはその模様をじっくりと見つめた。これは泉の光を集めるための儀式の手順かもしれない。その儀式を行えば、泉の力を完全に解き明かすことができるんじゃないか。彼の言葉に仲間たちも賛同した。それなら、まずはこの儀式の準備をしなきゃね。リリーが言った。でも、どうやって準備を進めればいいんだろオリバーが考え込んだ。巻物に書かれている手順を一つずつ確認していこう。少しずつ解読しながら、必要なものを集めるんだ。モモの提案に仲間たちはうなずいた。翌日からモモたちは儀式の準備に取り掛かった。彼らは森の中を探し回り、巻物に記されたアイテムを集め始めた。古代の石、特別な植物、そして魔法の水など様々なものが必要だった。モモはリリーと共に森の奥深くへ向かい、特別な植物を見つけるために探検をした。
この植物は魔法の泉の近くにしか生えないと言われているの。きっとどこかにあるはずよ。リリーが説明した。それなら根気よく探してみよモモは彼女と共に森の中を歩き回り、やがて特別な植物を見つけることができた。一方、オリバーとチャーリーは古代の石を探すために森の中の洞窟を探索していた。この洞窟には古代の遺物がたくさん隠されていると言われているんだ。オリバーが言った。それなら、しっかり探さないとね。チャーリーがうなずいた。二人は洞窟の奥深くまで進み、やがて古代の石を見つけることができた。すべてのアイテムが揃った時、モモたちは再び魔法の泉の近くに集まった。さあ、これで儀式の準備が整ったわ。リリーが言った。今夜満月の光の下で儀式を行おう。モモは仲間たちに呼びかけた。夜が訪れ、満月の光が泉を照らし出す中、モモたちは儀式を始めた。巻物に記された手順に従いながら、彼らは一つ一つの儀式を行った。魔法の水を注ぎ、特別な植物を飾り、古代の石を配置した。そして最後に、モモは巻物の中央に描かれた模様に沿って、特別な呪文を唱えた。すると、泉の光が一層輝き始め、まばゆい光が森全体を包み込んだ。これが魔法の泉の力。モモは、その光に感動しながらつぶやいた。儀式は成功したわ。リリーが微笑んだ。オリバーもチャーリーも、その光景に心を奪われていた。これで、泉の力を完全に理解したわ。モモは仲間たちに言った。この力を正しく使って、森に平和と繁栄をもたらそう。仲間たちも、その決意に賛同した。彼らは魔法の泉の力を活用し、森全体に新たな平和と繁栄をもたらすための計画を立て始めた。モモと仲間たちが儀式を成功させ、魔法の泉の力を理解した後、彼らは巻物の解読を続けることにした。巻物にはまだ謎めいた文字や図が描かれており、その解読が泉の秘密をさらに深く理解する鍵となるはずだった。夜が訪れ、満月の光が再び泉を照らし出す中、モモたちは泉の近くに集まり、巻物を広げた。この記号の意味がわかれば、次のステップに進めるかもしれないわ。リリーが巻物を指しながら言った。この記号はおそらく次の場所を示しているんだ。オリバーがその記号を指さした。この形は森の中にある隠された洞窟の入り口に似ている。それなら、その洞窟を探しに行こモモが提案した。う。巻物の解読を続けながら、洞窟の場所を特定しよう。仲間たちはその提案に賛同し、洞窟を探すための準備を始めた。翌朝、モモたちは森の中を探し回り、巻物の記号と一致する場所を探し続けた。彼らは様々な場所を訪れ、手がかりを集めながら進んでいった。ある日、彼らは森の奥深くにある古い木の根元で、洞窟の入り口らしきものを発見した。これが巻物に記されていた洞窟の入り口かもしれない。チャーリーが興奮気味に言った。そうね、この形は巻物の記号と一致しているわ。リリーが巻物を見比べながら確認した。桃が先頭に立ち、洞窟の中へと進んだ。洞窟の中は暗く、湿った空気が漂っていた。彼らは慎重に進みながら、周囲を照らすために明かりを持って歩いた。ここには古代の遺跡がたくさんあるわね。リリーが周囲を見渡しながら言った。これも巻物に記されていた場所の一つかもしれない。オリバーがうなずいた。彼らは洞窟の奥深くまで進み、やがて大きな部屋にたどり着いた。その部屋の中央には古代の石碑が立っていた。これは、モモはその石碑を見つめながらつぶやいた。
ここにも古代の文字が刻まれている。オリバーが石碑に近づき、文字を読み解こうとした。この文字は魔法の泉の力をさらに深く理解するための手がかりを示しているわ。リリーが巻物を見比べながら言った。この石碑の文字を解読すれば、泉の力を完全に理解できるかもしれない。モモはその言葉に希望を抱き、石碑の解読に取り組むことにした。夜が再び訪れ、満月の光が洞窟の中に差し込む中、桃たちは石碑の解読を続けた。この文字は古代の儀式に関するものね。オリバーが説明した。泉の力を引き出すためには、特別な呪文を唱える必要があるみたいだ。それなら、もう一度儀式を行わなければならないわ。リリーが言った。でも、この呪文は以前のものとは少し違うみたい。モモは石碑に刻まれた文字を見つめながら言った。この呪文を正しく唱えれば、泉の力を完全に引き出すことができるかもしれない。仲間たちは再び儀式の準備を始めた。彼らは洞窟の中で必要なアイテムを集め、儀式の手順を確認した。これで準備は整ったわ。リリーが言った。夜が明ける前に儀式を始めよう。モモは仲間たちに呼びかけた。夜が明ける前に満月の光が再び洞窟の中を照らし出す中、モモたちは儀式を始めた。石碑に刻まれた呪文を唱えながら、彼らは一つ一つの手順を丁寧に行った。魔法の水を注ぎ、特別な植物を飾り、古代の石を配置した。そして最後に、モモは特別な呪文を唱えた。この呪文を唱えることで、泉の力を完全に引き出せるはずだ。モモは心を込めて呪文を唱えた。すると石碑が輝き始め、その光が洞窟全体を包み込んだ。これが魔法の泉の力。モモはその光に感動しながらつぶやいた。儀式は成功したわ。リリーが微笑んだ。オリバーもチャーリーもその光景に心を奪われていた。これで泉の力を完全に理解したわ。モモは仲間たちに言った。この力を正しく使って森に平和と繁栄をもたらそう。仲間たちもその決意に賛同した。彼らは魔法の泉の力を活用し、森全体に新たな平和と繁栄をもたらすための計画を立て始めた。モモと仲間たちは魔法の泉の力を完全に理解し、森に平和と繁栄をもたらすための計画を立てていた。しかし、巻物にはまだ解き明かさなければならない秘密が残っていた。ある夜、満月の光が再び泉を照らす中、桃は巻物の解読を続けることに決めた。この巻物にはまだ隠された洞窟のことが記されているわ。リリーが巻物を見つめながら言った。その洞窟には泉の力に関するさらなる秘密が隠されているかもしれない。オリバーがうなずいた。洞窟の場所を特定し、その中を探検しなければならない。チャーリーも賛同した。僕たちで洞窟を探しに行こう。モモは仲間たちと共に巻物に記された洞窟を探しに出発した。彼らは森の奥深くへ進み、巻物の記号と一致する場所を探し続けた。数日後、彼らは森の隠された場所で洞窟の入り口を発見した。これが巻物に記されていた洞窟だわ。リリーが興奮気味に言った。そうだ。形が一致している。オリバーが巻物と見比べながら確認した。中に入ってみよモモが先頭に立ち、洞窟の中へと進んだ。洞窟の中は暗く、冷たい空気が漂っていた。彼らは慎重に進みながら、周囲を照らすために明かりを持って歩いた。ここには何か特別なものが隠されているに違いない。チャーリーが言った。この洞窟の奥深くに泉の力に関する手がかりがあるはずだ。リリーがうなずいた。
彼らは洞窟の奥深くまで進み、やがて広大な空間にたどり着いた。その空間の中央には大きな石碑が立っていた。これが、モモはその石碑を見つめながらつぶやいた。ここにも古代の文字が刻まれているわ。オリバーが石碑に近づき、文字を読み解こうとした。この文字は泉の力を守るための儀式に関するものだ。リリーが巻物を見比べながら言った。この石碑の文字を解読すれば、泉の力を完全に守る方法がわかるかもしれない。モモはその言葉に希望を抱き、石碑の解読に取り組むことにした。夜が再び訪れ、満月の光が洞窟の中に差し込む中、モモたちは石碑の解読を続けた。この文字は古代の守護者に関するものね。オリバーが説明した。泉の力を守るためには特別な儀式を行う必要があるみたいだ。それならもう一度儀式を行わなければならないわ。リリーが言った。でも、この儀式は以前のものとは少し違うみたい。モモは石碑に刻まれた文字を見つめながら言った。この儀式を正しく行えば、泉の力を完全に守ることができるかもしれない。仲間たちは再び儀式の準備を始めた。彼らは洞窟の中で必要なアイテムを集め、儀式の手順を確認した。これで準備は整ったわ。リリーが言った。夜が明ける前に儀式を始めよう。モモは仲間たちに呼びかけた。夜が明ける前に満月の光が再び洞窟の中を照らし出す中、モモたちは儀式を始めた。石碑に刻まれた呪文を唱えながら、彼らは一つ一つの手順を丁寧に行った。魔法の水を注ぎ、特別な植物を飾り、古代の石を配置した。そして最後に、モモは特別な呪文を唱えた。この呪文を唱えることで、泉の力を完全に守ることができるはずだ。モモは心を込めて呪文を唱えた。すると石碑が輝き始め、その光が洞窟全体を包み込んだ。これが魔法の泉の力。モモはその光に感動しながらつぶやいた。儀式は成功したわ。リリーが微笑んだ。オリバーもチャーリーもその光景に心を奪われていた。これで、泉の力を完全に守ることができるわ。モモは仲間たちに言った。この力を正しく使って、森に平和と繁栄をもたらそう。仲間たちもその決意に賛同した。彼らは魔法の泉の力を活用し、森全体に新たな平和と繁栄をもたらすための計画を立て始めた。モモと仲間たちが隠された洞窟で儀式を成功させ、魔法の泉の力を完全に守ることができた後、森には新たな夜明けが訪れた。満月の光が森全体を優しく包み込み、動物たちはその光の下で安心して眠りについた。これで本当に森に平和と繁栄が訪れるわ。リリーが微笑みながら言った。そうだね。私たちの努力が実を結んだんだ。オリバーも満足そうにうなずいた。チャーリーもその光景を見つめながら心から安堵していた。これで森の動物たちも安心して暮らせるわ。モモは仲間たちに感謝の気持ちを伝えた。皆のおかげで魔法の泉の力を守ることができた。ありがとう。私たちも桃のリーダーシップに感謝しているわ。君がいなければここまで来られなかった。リリーが言った。これからも森を守るために協力していこう。オリバーが力強く言った。そうだね。私たちの冒険はまだ終わっていない。森にはまだ多くの秘密が眠っているかもしれない。チャーリーが笑顔で答えた。モモと仲間たちは森の未来に希望を抱きながら新たな冒険の始まりを感じていた。夜が明け、太陽が森を照らし始めると動物たちは目を覚ました。
彼らは満月の光によってもたらされた平和と繁栄を感じ、日常の生活に戻った。桃たちは森の守護者としての役割を果たし続けることを誓った。これからも森を守り続けよう。桃が仲間たちに呼びかけた。もちろんよ。私たちの使命はこれからも続くわ。リリーが力強く答えた。森の平和を守るために全力を尽くそう。オリバーも同意した。一緒に森を守り続けよう。チャーリーも笑顔で言った。桃と仲間たちは魔法の泉の力を正しく使い、森全体に新たな平和と繁栄をもたらすための計画を進めた。動物たちは彼らのリーダーシップに感謝し、森は再び安らぎに満ちた場所となった。月の呼び声は彼らに新たな知恵と力を与え、森の未来を明るく照らし続けた。桃と仲間たちの物語は森の中で永遠に語り継がれることだろう。